どうも、ショエモンです。今回は、車ひだプリーツスカートのウエスト詰めをやっていきます。いわゆる学生服のスカートです。昨今はコスプレの衣装などでも広く扱われていますね。一見作業が難しそうにも見えますが、工程自体はシンプルです。手順がわかれば、ご家庭でもチャレンジしやすいお直しかと思います。それでは早速始めていきましょう。詰める寸法を複数あるプリーツに分散して詰めていきます。ベルト部分はアジャスターのついた方から詰めていきます。今回はウエストを3センチ詰めてみましょう。まず、チャコで印をつけていきます。アジャスターを詰める寸法分移動した位置と、その上側に、身ごろの端を詰め寸分移動した位置にも、内側に返して、左釣り紐も詰め寸分ずらした位置に、品質サイズタグは詰め寸 ×0.75 の寸法を移動します。測り忘れましたが、詰める前はウエスト69センチのスカートです。仕上がりは66センチですね。右釣り紐は詰め寸の半分移動します。なぜ詰め寸の半分になるのか。まず詰める前の右釣り紐の位置ですが、釣り紐は前後で等分した両脇の位置についているので、図のように左釣り紐からは 34.5 センチの位置にあります。次に3センチ詰めた後の釣り紐の位置ですが、今度は左釣り紐から33センチの位置に来ることになるので、その差は 1.5 センチとなります。つまり詰め寸の半分の 1.5 センチ移動させれば元のバランスになるということになります。とりあえず詰め寸の半分を移動すると覚えておけば大丈夫です。ベルトの詰め寸に印をつけたいのですが、アジャスターが邪魔なので外します。糸くずはきれいに取り除きましょう。ガムテープなどを使うと慣れない方でもきれいにゴミが取れます。ベルトの端から詰め寸の位置に印をつけます。縫い代を1センチつけてカット線を引きます。間違えて仕上がり線で切ってしまわないよう注意しましょう。詰める寸法をプリーツで分散します。分散の仕方ですが、なるべく多くのプリーツで分散した方が元のバランスを崩さず仕上がります。今回は3センチ詰めなので、プリーツ1つで2ミリずつ15本のプリーツで詰めていきます。アジャスター側から数えて15本目のプリーツに目印をつけておきます。ベルトと身ごろを外していきましょう。ほどきなどで動かしていると印が薄くなってくるので適時付け直しましょう。釣り紐、タグも外します。なくしやすいので別で保管しておきましょう。ほどいているとき、身ごろのプリーツを留めている糸は切らないようにしましょう。プリーツを固定してある方が、この後詰める位置の印がつけやすいです。目印のついたプリーツの2本先のプリーツ程度までばらします。ベルトと身ごろを完全にバラバラにはしません。先の方はついたままの状態です。アジャスター、釣り紐、タグはすぐなくなります。わかりやすいところに保管しておきましょう。一旦ゴミを取って、詰め位置の印をつけていきます。チャコでもいいのですが、今回はチャコ鉛筆を使いましょう。プリーツの折り山から2ミリの位置に印をつけていきます。
プリーツを縫い留めてある縫い目の上に印をつけます。この印を完全に隠すようにプリーツの折り山をずらして詰めていくので、この時印の端がきっちり2ミリの位置に来るように印をつけましょう。目が慣れてくると測らなくても合うようになってきますが、今回は全部きっちり測ります。これを15本分繰り返します。生産段階で印がついている場合は間違いやすいので、元の印を消すなり色を変えるなりして自分でつけた印がわかるようにしておきましょう。目印の15本目です。数が間違っていないか確認して、プリーツを留めていた糸を切っていきます。ベルトをカットします。薄くなった印は付け直して、カット線で切ります。くれぐれも仕上がりで切らないように。ベルト芯は仕上がり位置でカットします。印を付け終わるとこんな状態になります。縫っていきます。まずベルトから縫っていきましょう。中表に折って、身ごろと縫い合わせる辺の縫い代の手前まで縫います。ベルト芯との縫い付けをミシンが入るところまで縫い直します。芯をしっかり奥まで入れて、こんな感じです。プリーツを詰めていきます。つけた印が全部隠れるようにプリーツをずらして縫っていきます。プリーツの山が手前に向く方向に置いて縫いたくなりますが、この方向で縫うと下になっているプリーツの山が邪魔をして押さえに引っかかってしまい、印通り縫おうとしても微妙にずれてしまいます。発想を変えてプリーツの谷が手前に来る方向で縫っていきましょう。少し縫いにくいですが、こっちから縫うと印の縫いずれを起こさずに縫うことができます。印の直前に針を落とします。押さえを上げて針に当たるところまでプリーツを差し込みます。こうすると印ぴったりでプリーツを畳むことができます。他のプリーツも同じように畳んで縫っていきましょう。こんな感じですね。身ごろにベルトを縫い付けていきましょう。身ごろの付け位置の印と合わせて、ベルト芯も押さえに挟んで縫っていきます。こうするとベルト芯が添え木のような役割になって生地が動かず安定して縫えます。ベルト芯も一緒に縫わないよう注意しましょう。元の縫い跡の上を縫っていきます。チェック柄など柄物は元々がずれていたりもするので、ここで柄を基準に縫い直しても構いません。ここで長い距離を縫いずれなく縫い合わせるコツを一つ。押さえで固定して端を持って生地を張り、真ん中あたりでつまみます。真ん中を持ったまま上の生地と下の生地が同じ長さになるように張って、そのまま縫い合わせます。しつけや待ち針を使うのが面倒なので、私はこのやり方で縫っています。引っ張りすぎず生地を張るという感覚で引くのがコツです。ベルト芯を添えつつ縫い合わせていきます。柄で合わせるなら身ごろを元の縫い目通りに縫うのにこだわらず、ここの柄を見て合わせながら縫うのも手です。張りながら縫い進めます。
こんな感じです。印の位置に釣り紐とタグを縫い付けます。落としミシンでベルトを閉じていきます。縫いずれないように数箇所を仮止めしておきましょう。仮止めの時にずれていると元も子もないので、生地の柄、地の目を見ながら合わせていきましょう。ベルトの先から閉じていきます。身ごろ部分に入ったら、そのまま少し横にずらして落としミシンにしていきます。油断していると、釣り紐、タグを挟んで縫ってしまいます。素材的に針跡が消えないので、近くまで来たら必ずめくって確認するようにしましょう。縫い目を目立たなくするため、できるだけベルトにつけて縫います。ベルトと身ごろの境目を頑張って開きましょう。今回のスカートのベルトは裏が表よりかなり大きく作ってあるので、裏が落ちる心配はほぼありませんが、裏が表とあまり変わらない大きさのものもあるので、落ちないように気をつけましょう。以前上げたレディースウエスト詰めの動画で落としミシンのコツを少し説明しているので、よろしければそちらもご覧ください。落としミシン完了です。最後にアジャスターを縫い付けます。アジャスターには樹脂製の芯が入っていることが多いです。家庭用ミシンだとパワーが足りずに針が通らないかもしれません。その場合は手回しで強引にミシンをかけるか、手縫いで生地部分を縫い付けましょう。アジャスターはベルトぴったりに合わせず、ほんの少し膨らむように縫い付けます。そうするとベルトが反らず、綺麗に仕上がります。本当に少し山になる程度で構いません。仮止めをほどきます。落としミシンもうまく入りました。パッと見では縫い目はわかりません。これでミシンは終了です。軽くアイロンをかけます。仕上がりです。車ひだプリーツスカートのウエスト詰めですが、手順通りに進めれば工程は割と単純です。縫い方、ポイントを押さえていればご家庭でも挑戦しやすいお直しではないでしょうか。衣装、制服等でお持ちの方も多いかと思いますので、ぜひ参考にしてみてください。今回の車ひだプリーツスカートのウエスト詰めは以上になります。ここまでのご視聴ありがとうございました。もしよろしければ、ぜひチャンネル登録をお願いいたします。Show-ei-monでした。